今種をまく。この巻いた種は必ず咲く花なんです。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。今日は7月の星読み大予告編です。最後に12星座別の星読み予報もいたしますので、ぜひ最後までご覧ください。まず7月スタートの時点天体は、太陽が蟹座、水星が蟹座、金星が獅子座、火星が双子座、木星が獅子座、土星がお羊座、天王星が双子座、海王星がお羊座、冥王星が水亀座、そしてカイロンがお牛座に位置しています。この配置をベースに7月の星の動きを追っていきたいと思います。そこでぜひこちらを見ていただいた方がいいですね。これ内側と外側で7月の最初と最後となっております。はい。ここでですね、まずどんなことが起こっていくのか、いきなり7月に入って2日ですね、獅子座の木星とお牛座のカイロンがスクエアを取ります。で、カイロンが久しぶりにもう8年ぶりにサインを移動したよという話は別動画でしております。で、このお牛座に入ってすぐにこのようなアスペクトがあるということについて別動画でも詳しく話しているので、そちらも参照してください。ここで流れとして見ていくと、まず7月に入ってすぐに、これまで頑固な自分がやってしまった失敗とか、後悔の傷がうずく、そういうことがいきなり7月入ってあるかと思われます。これによって獅子座の自己表現の拡大と、お牛座の保守的な部分での過去の傷、変わらなきゃいけない自分、ぶつかり合うために見て見ないふりをしているのではなくて、ここで清算をしていきましょうという流れがあります。そして、7月の4日には、双子座で火星と天王星がコンジャンクションします。これ非常に大切なアスペクトでして、この影響をみんな受けます。双子座での情熱の火星と改革の天王星が重なるから、それぞれの個性にとって太陽星座の皆さんの位置から見た双子座のテーマは何か、それにおいての改革が求められるというのが星読みの定番になりますね。なので、後でお届けする12星座別、の星読み予想は、この辺のアスペクトの影響を反映して作っております。そして、7月の7日ですね、7日、お羊座の海王星が逆行開始します。これはもう詳しく別動画でも上げたいと思いますが、とにかくこれもお羊座の領域で海王星が逆行すると何の見直しがあるのかというのは12星座別によって違いますので、これを反映した星読みとなります。ちなみに私は新時代先生術というのを教えています。西洋先生術、丸のまま入った中にプラス小惑星も読むというのが新時代先生術なんですが、そこで月に1回練習会をしていて、12星座別の星読み練習というのをよくするんですね。それは今みたいに、例えばこういうアスペクトがある。それは双子座から見たらどういう意味なのか、天秤座から見たらどういう意味なのか、というのを読んでいくというのが王道の先生術の12星座別星読みになるんですが、そのようにして後ほどお届けしたいと思います。そして7月の10日、金星が乙女座へと移動します。金星が乙女座へ移動することで、愛、豊かさといった金星のテーマのエネルギーが変わっていくということです。例えば、人への奉仕、健康管理といった面で喜びを見出していくことが大切なフェーズに入ります。そして7月の14日、蟹座への新月、小惑星ハイジや獅子座への移動などがあります。蟹座の新月は心の居場所に関する新しいスタートですし、ハイジアが獅子座に移動すると心の底から楽しめる健康的なライフスタイルが大事です。そして蟹座の新月は潜在意識にアクセスができる時でもあるので、この日に自分が本当にどのようになりたいのかというのを見つめていくタイミングになります。そして7月の18日、双子座の天王星と水亀座の冥王星がトライします。このアスペクトは社会全体に与える影響がありそうです。情報、コミュニケ
ケーションの改革ですね。主に根本的な変容のエネルギーはそこで起こると思います。さらに20日、獅子座の木星とお羊座の海王星トラインします。こちらも社会全体に与える影響がありそうです。自己表現がスピリチュアルなビジョンと美しく調和するので、スピリチュアル関係の人にとってはポジティブなアスペクトですね。そして23日、太陽は獅子座へ移動します。これでちょっとエネルギーが変わりますね。さらに24日、蟹座での水星逆行が終了します。で、これは別動画で蟹座水星逆行中にこれを手放してくださいというのをお届けしているので、それをしっかりやっていれば、この終わるタイミングでですね、ある程度ご褒美のようなものがやってくると思います。そして25日、お羊座海王星と水亀座冥王星、セクスタイルです。世界への影響がこれもありますので、このあたりハイジアにアスペクトしていくんですね。冥王星と海王星も。やっぱりここも健康のエリアで少し社会的な大きなニュースがありそうです。そして27日、ドラゴンヘッド、水亀座へ移動します。これはとても大きなことです。魂の方向を示すのがドラゴンヘッド。いつも言っていますが、ドラゴンヘッドが上昇するところで、テールが下降するところ、一概には言えないんですよ。一人一人のホロスコープによって実は違うんですが、でも一般的にはそうです。とすると、長くドラゴンヘッドが魚座にいて、魚座が上昇する場所だったんですが、これが変わる。ということは、水亀座という未来に向けた同志とのネットワーク作りをしていると、上に上がっていけるよというレベルにここから上がっていくということになります。そして29日、水亀座の満月があって、その日に太陽と木星が獅子座でコンジャンクションします。いいですか？太陽と木星が獅子座でコンジャンクション。もうポジティブな、エネルギーしかないですよね。なんでこの水亀座の満月っていうのは一つの集大成ですごくいいことが起こる人もいる。それは取り組んできたことが7月の最後に報われるという流れになっております。ということなので、7月の1週間の大まかな流れを追っていきますと、第1週は自分の中の傷と向き合いながら突発的な、ちょっと待ってくださいね。ここで、少し私の顔も出させていただきますが、はい。はい。1週間目はですね、大まかな流れ、自分の中の傷と向き合いながら突発的な改革の波に乗る準備。そして第2週目は海王星の逆行とか水星の影響によって、金星のね、移動によって理想と現実のすり合わせ、細かな微調整をしなければいけない。そして3週目は新月を皮切りに社会的な大きな変容のエネルギーが調和していく未来へのビジョンが広がる週。そして4週目、太陽の獅子座入りとか、水星の巡行、そして満月とダイナミックな星の動きが続き、マニフェステーションへ一気に加速するというパワフルな週になります。そのまま8月に突入していけば、8月はライオンズゲートも開きますし、もうぜひこの7月をとにかくポジティブに過ごすということが大事です。過去の傷と向き合うアスペクトもいっぱいありましたが、社会全体を変えていくというアスペクトもありましたので、その変容の波に乗りながらね、個性を活かせる、輝かせる改革の月としてほしいと思います。まず自分の直感、才能を信じることがすごい大事。新しい未来へのビジョンを描いて、同志と共に作り上げていくような未来、それから健康管理に気をつける、あなたの本来の高い周波数を取り戻す、こういったところを意識していくといいと思います。さあでは、今言っていたちょっと大きめのアスペクトが、12星座別にはどう作用するのかということを読み込んでの12星座別の、アドバイスです。まず、お羊座から。学び、コミュニケーション、情報処理の方法に大きな改革が起こる月なので、ここに逆らわずに変えていきましょう。今までのやり方を手放して、新しい情報を取り入れるような、道を考えることで周波数が上がっていきます。お牛座、
持って生まれた才能がもう本当に素晴らしいお牛座、五感の才能、感受性も最高ですよね。そのあなたの才能を生かす方向で考えてください。それが日頃の収入に新しいアイデアをもたらしてくれるかもしれません。お牛座といえば五感ですけど、私、例えばアロマセラピストでもあるんですが、本当にお牛座の人多いんですよ。この独特のね、自然と対話しながら香りをこう生活に取り組んでいくみたいなのっていうのはやっぱり活かせる場所じゃないですか。そんな風にして、自分の活かせる場所を考えてみてください。家族との絆を深めるのも今月お牛座めちゃめちゃ大事です。そして双子座はアイデンティティや行動パターンに直接的な改革がもたらされる時です。もともと双子座は本当フットワークが軽くて軽やかで一緒にいても楽しい人が多いですよね。その良さを活かしてください。学び、人とのつながり、軽やかにコミュニケートすることで波動が上がっていきます。それから、新しい言葉の発信の仕方ですね。心がけていくと一挙にマニフェステーションが進んでいく時です。そして、蟹座ですね。もうとにかく優しくて仲間を守る思いやり深い蟹座ですが、見えない世界からのインスピレーションで深い内面の変化が起こる月ですね。自分の心の声がこんなに聞こえる月はないっていうぐらい聞こえますから、精神的にも物質的にも豊かになるべく本音に向き合ってみてください。そして、獅子座、未来設計や他者との交流に改革をもたらすときですね。同志と共に社会をより良くするような新しいコミュニティ、もう持っていたらそれでいい。ない人は作る、みたいな月ですね。獅子座ってやっぱり人を巻き込んで幸せにするっていうのはもう本当に得意ですから、ぜひやってみてください。乙女座、もう思いやりに溢れた乙女座ですね。細かいところにも気がついてくれる、この乙女座の良さを生かしてください。その代わり乙女座の頑固さ、完璧主義を徹底的に手放していく時ですね。今回のアスペクトは目に見える社会での奉仕と目に見えない世界からのメッセージを統合するとうまくいくというアスペクトばかり乙女座には当たってるんです。だから現実的になりすぎずにちょっとふわっと柔らかくまあいいかっていう意識を持つことが大事です。天秤座といえばバランス調和。天秤座がいてくれるとその場が和みますね。本当に素晴らしい星座ですが、ここまでのコンフォートゾーンを超えた自由な思考やチャレンジが生まれるべき月ですね。で、特にこれも同じ志を持つ同志という場所に、スポットが当たっていますので、一人じゃなくて同志と共に調和を取るのがうまい天秤座ですから、その自分の良さを生かしながら何か計画するといいことがありそうです。サソリ座といえばもう本当に信頼できる、仕事ができるというイメージですけれども、一つのことに執着するというのはサソリ座のいいところです。ただ、コントロールイシューに巻き込まれると良さがなくなってしまいます。このバランスですね。仕事、社会的使命の場所に今、サソリ座はいます。内側にある恐れを手放して、あなたは仕事ができる人です。使命を与えられると全部全うできる人です。自分を信じて進んでください。いて座といえばおおらかで寛容な心の持ち主ですが、対人関係の中で新しいご縁とか、すでに持っているご縁の中で新しい関係性をあなたの良さ、寛容さを生かして作り上げる意識を持っていくと、そこから何かお礼とかご褒美とかいいことがありそうです。ヤギ座も仕事ができる、信用できる、人を裏切らない、もう本当に安心できる、ヤギ座ですけれども、その良さを活かしながら、でも働きすぎとかやりすぎに注意してください。で、粛々と努力するのはとてもいいところなんですが、もう少し効率よくできるはず、もう少しサボってもいいはず、みたいなところでちょっと時間、効率性というものをメンテナンスしてみるといい時ですね。そして水亀座、ユニークさ、個性、ピカイチです。あなたのユニークさを遊び心を持って人目を気にせず存分に発揮していってください。そこで本当に周りにあなたの素晴らしさが浸透していく、そういう7月だと思います。魚座ですね。安心できる居場所の概念。
これが変わっていくかもしれません。本当にほっとできる、安心できる居場所づくりってどういうことなのか。プライベートな自分と仕事の中での自分、意外に思った以上に仕事をしている中でも自分のほっとできる場所があるかもしれませんし、これは人によってどのテーマが強いかは変わりますが、このね、居場所、安心できる場所、仕事場、プライベートというテーマでちょっと見直しをしてみてください。ということで、7月はいい月になりますよ、皆さん。ちょっとした意識で。なので、ぜひ、この2026年変容の1年ですが、下半期ですね。ヘッドスタートをぜひ切っていただきたいと思います。では、今私は本当につながっている皆さんが素晴らしすぎて、本当に幸せをいつも感じているんですが、これを見ていただいている皆さんとのつながりも勝手に感じております。そんな皆さんに少しでもプラスになるようなメッセージをセプタグラムのこの素晴らしいカードを通して1枚引きでお伝えします。皆さんにこちら。いいです。シードオブライフ。もうすべての種まき。で、これシードオブライフって7つの円が重なり合ってるんですね。いつもね、私といえば七芒星。日本でもこの七芒星、セプタグラム、今すごい広まっておりまして、本当にありがとうございます。ちなみにまだまだこの同じメソッドね、このリーディング広めてくれる、方を募集中です。ぜひ習いたいという人はもうどんどんやってきてください。で、この7つの円が重なったシードオブライフという新世紀科学は、すべての始まりを意味します。今、種をまく。このまいた種は必ず咲く花なんです。なので7月何らかの種まきをぜひ皆さんしてみていただきたいと思います。個人セッションオンラインでできます。世界中からたくさんの方と今出会いがあって、本当に喜びに溢れておりますが、ぜひ興味のある方は一度個人セッションも受けてみてください。そしてセッションを受けていただいた方、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、コーチング講座、マニフェステーション実現プロジェクトなどに参加していただきますと、その後もね、ずっと一緒に、みんなで楽しく私たち学んで歩んでおります。年に1回か2回オーストラリアでも集合したりしておりますので、お仲間も募集中です。そしてですね、ぜひインスタグラムの方もまたの方は、細かい星読みのリールなんかも上げてますので、ぜひフォローしていただくと嬉しいです。または文字で読みたい方は、ノートというウェブサイトで毎日星読み記事を書いております。今日のお話も文字で読みたい方はそちらでぜひご覧ください。素敵な7月をお迎えください。